昆虫食の活動をされてるじゃないですか。で、ご結婚されていて、で、前回もちょっと聞いたんですけど、奥さんはどんな反応されたんですか、一番最初は。特に自由にさせてくれてるので、特に、妻と結婚する前に付き合い始めてるのが昆虫を食べるより前なので、付き合ってる最中に僕は昆虫を食べ始めたんですよ。なんで、すごいなと思いますよ。僕逆の立場だったら妻がいきなり昆虫を食べ始めたらビビりますよね。いやいやちょっとってなりますよね、普通だったら。もうチューしてくれなくなったとかないですね。逃がすなとは言われましたけど、料理キッチンを共用するのも洗えば別にいいし、特に興味がない、特にその昆虫食を探求したいというわけではないんですけど、僕が作ったさっきのチョコみたいな料理とかも味見してくれますし。優しい。もともとあれですか、昆虫の研究をされてたんでしたっけ、奥さん。いや全然もう経済学部です。あ、そうなんだ。それはびっくりですね。すごいでも虫に対するあれはないんだね、全然。虫自体はなくて、芋虫が大好きで。大好きなの。大好き。それはめでる方です。めでる方ですね。見た目とか手触りとかが大好き。通常ほら芋虫って動きが嫌だっていう人が圧倒的に多いですよね。そうですね。そこら辺はむしろ甲虫とか比べて、芋虫だけは食べっていう人が多いんですけど、ゴキブリは苦手なんですけど、うちでゴキブリ飼うことを許してくれました。何ゴキブリ飼ってるんですか？何種類か飼ったんですけど、今はマダガスカルゴキブリの一種を飼ってますけど。確かに黒ゴキブリとかやってない。黒ゴキブリ一回飼ってましたよ。飼ってました。難しかったです。逃げそうになって。逃げるですね。あれね。逃がすなとは言われましたけど。逃げるの奥さんに何か言われるでしょ。逃がすなと。ね。はい。それうちも同じこと言われるんですよね。やっぱり2階で飼ってるんですけど、彼らはよく逃げるんですよ。扁平なのでね、意外なところから逃げてくるので。そうですね。それで水場を探して1階まで降りてくるのね。で風呂場にいたり、キッチンとかに来たりして。それで時々っていうかしょっちゅう言われましたね、やっぱりね。ちゃんと管理してくださいと。ちゃんと言い聞かせてください。でも僕はゴキブリラングって知らないので、なんか言い聞かせてもだから言うこと聞かないんですよっつってね。僕は濡れ衣をかけられると思います。あ、そう。逃げてるけどどういうことだと写真が送られてきて、黒ゴキブリだったんですよ。あ、そうなんだ。いやうちは今黒ゴキブリ飼ってないと、冤罪だと、これは外からやってきたもので、僕の原因ではないと。そうか。でも他のゴキブリと仲良くなりたいって入ったんじゃないですか。匂いかな。わからないですが。浮気現場の証拠みたいな。そんな感じだよね。でも本当に理解は奥さんでよかった。本当に良かったですよね。本当に自由にさせてくれる。結構だからその奥さんが目っていう人が結構多いですね。そういうことはどうしてるんですかね、内緒で。本当にそうするとイベントを開催して調理場を借りてやるということが本当に大事な場所になってきて、で家では持ち帰れないのでここぞとばかりにというような感じです。だからイベントに来る人はそういう人が多いですよね。そうですね。やっぱり許されない、家庭で許されないので。男性が来る場合は同じ家でやって同じ鍋とか使っちゃまずいと。でやるんだったら外でやってください。じゃあラオス行ってる間はその虫たちのお世話はどうされてるんですか？長期で行くことになって全部虫たちは全部ストップしました。あげるか殺すか全部しちゃいました。で短期で行ってた時はその間ゴキブリの餌やりぐらいはお願いしてたんですけど。すごいですね。パッと開けてちょっと餌を足すぐらいはやってくれました。どうしました、内山先生。いやー、すごいそういう家庭もやっぱあるんだと思って珍しいですね。非常に珍しいですね。大体僕の話をすると奥さんすごいって話で終わるんですけどそうなりがちです。僕もそう思います。尊敬しています。だからうちの場合はね、幸い両方とも長野県出身で、彼女の場合は稲とか飯田とか、要するに昆虫食のメッカの出身なの、生まれなので食べること自体に対してはね、ほぼ全然抵抗なくて、食べ物だっていう認識はありますから、さすがにゴキブリはちょっと抵抗あるんですけれども、普通でしたらね同じように味見してくれますし、
いろんなアイデアもいただけますので、だからそれはすごく感謝してますよね。じゃないと続かないよね。まあそうですね。もう家でできないってなるとなかなかきついですよ。辛いですね。なんかもう私も心配になりますね、それ聞くと。いつカミングアウトするべきかっていうのは。ゴキブリは苦手なんでしたっけ？なんかそれが今まだゴキを飼ってるんですよ、家で。でもちょっとやっぱ家に出るゴキブリは若干ギョッとしますね。でもなんか自分が食べてるから、わざわざ殺すとかは全くないんですけど、あと実家とかもすごい山を切り開いたところにあったので、ゴキブリとか刺さない虫とかは全く取らないんですよ。ムカデとかはちょっと刺されて痛いから外やるんですけど、でもそういう環境下で育ったので、まあギョッとはしちゃいますね、やっぱり。どうですか？日本のやっぱ速さは速いですね。びっくりします。でも慣れてきますね。ラオスだともっとゴキブリが多かったりして。ラオスのゴキブリっていうのは、その日本のゴキブリみたいな感じなんですか？日本にも入ってるワモンゴキブリってやつが多くて、普通にそこら辺歩いてるんですよ。でかいんですよ。で僕は気にしないというか、そんなに気にしなくて、家に入ってきてベッドの上に乗ってきたりすることがあったんで、頭を潰してアリに食べさせたりしたんですよ。家の庭につむぎアリっていう先ほどのアリの巣があって、でそこにゴキブリを与えるとパーッと持って帰るので、楽しいのであげたりしてたんですけど、でもやっぱ国際協力で来てる日本人の人たちで昆虫が苦手な人たちがいてかなり辛そうです。やっぱりラオスは昆虫多いので大変だなと思って見てます。先生はどうですか？お家の中の普通のゴキブリを見たときに、あっって思います？それとも美味しそうって思うんですか？いや、まずいですあれ。なんか一回食べさせてもらいますもんね。食べたっけ？先生に。そう。一回7種類ぐらいここでゴキブリ食べたことがあって、その時に内山家さんのゴキブリを食べたんですけど、美味しくなかった。いや、多分ね美味しくなかったと思うよ。で、あれも何世代か養殖すれば多分美味しくなるかもしれませんけど、自然の家うろちょろしてるやつはやっぱりかなりまずいですよ。ちょっと生ゴミとかね、何食ってるかわからないですからね。消毒液の匂いするっていうかな、そんな感じがするので。じゃあどうするんですか？家で出た時はどう思うんですか？例えばいないとこにいたとか、いないと思ってたところにわーっていたらどんな反応します？先生は。どうですかね。いや、ちょっとつっつくぐらいじゃないですか。気にするのをやらかしてしまったのではないかという自分の反省ですね。もしかして内から逃げ出したものではないか。そこで違ってたら一安心。黒ゴキは比較的見やすいので、分別つきやすいので、わりかし分かりやすいんですよね。それが出たらしょうがないけど、少しね、うちのかみさんもちょっとあまり黒ゴキはちょっと苦手みたいなので、ここにちゃまずいよって感じでやりますけどね。やっぱ私ちょっと日本のゴキブリというか、普通に家にいるゴキブリはやっぱいないところにいるっていうのは結構びっくりしますね。ここを上げたらあっていたっていうのは。そうですよね。突然現れると嫌です。それ結構びっくりします。いるよって言ってくれるといいですよね。そんな機能は一緒ないと思うんですけど。ちょっと教えてこうやってちょっと。本当でもそれくらいしてほしいぐらいにちょっとびっくりはしますね。チャンネル登録待ってます。